あかねキャスト。はい、久しぶり。ただいま。おかえりなさはいという感じでハグから始まりました我々の再会も。そうなんですよね。廊下みたいなところでねあってね。こっちはもうアメリカナイズされてますからやっぱりそこはね。でもやっぱね一瞬で適用させてもらいました。いやさすがですよそこはね。はいなんて言っちゃってねハグから始まりましたけれども感動的。いやでも本当に長いこと会ってなかったですから。3週間ね空きましたからね。3週間で住んでる1ヶ月ぐらいちゃいます。あでもこの前ちゃんと計算したら本当に3週間くらい。意外とね。そう出る多分直前くらいになんか不規則な感じでちょっとパンパパンってそう収録してだし先週分もねだから撮る撮らないみたいな話してて本当にありがとうございます。いや対応いただき。いやでも本当あれね出したじゃないですか。はい AGT 裏話伸びました。伸びました。あらららら。そこがねやっぱなっちゃんのね素早いね行動力よね。いやこれをもうちゃんと残さなきゃみたいなことでもちろんまあでも本当ね全国からねそのアバンギャルディのファンの皆さんがねあかねクラブ聞きたいってでもまあ聞けないじゃないですか。リアタイでは絶対にプレミアムに入ってもらわないと。そうなんですよ。ラジコのね会員さんならないとダメなのでちょっとやっぱ Spotify とかでやっぱ気軽に聞けるポッドキャストをね上げれてよかったっていう。だってあかねさんがまだアメリカにいた時にその動画ね見てたんですよ。で YouTube でコメント欄あるじゃないですか。でなんか言ってる人いるんですよ。あかねさんのその英語でねなんかあかねさんの日本でやってるラジオ番組でなんかこんなことを言ってたらしいとか、なんか多分どっちなんだあっちにいる英語使える人なのかこっちにいる英語使える人なのか分かんないですけど、なんかそういう人がなんか要約みたいなのをしてて、でうわマジかそれはすごいみたいなことをすごい言ってるわけですよ。確かにそうでどこで仕入れたんでしょうねっていうぐらいね。そうなんです。ラジオのお話を意外とねみんな聞いてくれててそうでなんかめっちゃそのラジオに関する感度みたいなのがやっぱなんかアメリカとかってやっぱラジオめっちゃ普及確かにそうかも。ポッドキャストがねやっぱ番組数も多いですよね。そうですよ。だから耳で聞く文化がねめちゃくちゃしっかりした国だからこれみんな聞きたいんちゃうって思って素晴らしいです。いや本当にちょっと久しぶりに英語をちょっと書かせていただいてね、ちょっと声もガスガスでしたけれども本当にでもでもなんか自分のね、ああいう話も実際やっぱ聞いて思い出されるというか、整理できますよね。同じことばっかり喋ってんなと思いました。もうなんか疲れすぎてなんかだって深夜の2時ですからねあれ撮ったの。いやそうですよね。ほんまに確かに、ね、深夜2時でその後よやばかったのが何いやだからラジオをね割と1時間ぐらい撮ったわけですよ。そうですよね。ほんで4時半にもう出なあかんのに、もう一つも荷造りしてなくて、それ自分が悪いけどちょっと見せるわもうこれ見たいこれこれをあと1時間で片付けなあかんかった。いや絶望全部よですよ。全部丸広げおっぴろげ何にも片付いてないでしょこれだからでもちょっとちゃんと説明すると、何まず、何がある机の上にはね、なんかわかんない割り箸割り箸ね大事ね。あと休息時間足に貼るやつですね大事ね。とかなんかサプリかなこれサプリ大量のサプリもうほんまに持っていたから大量のサプリサプリがまず落ちててでなんか床にも衣類ですねこれ脱ぎっぱなしねこれね、衣類とあとそう向こう側にはその開きっぱなしのスーツケースで多分ベッドもちょっとしか映ってないんですけどベッドの上も多分衣類が転がっているという感じでひどいんです。でもなんかねほんまにいろいろ持っていきました。スーツケース2つでっかいスーツケースね2つ持っていきました。で行き道にねこれキャストでも言ったけど洗濯機をそうですよ、ちっちゃい洗濯機持っていくとそんなもんがあったんだってね。私の大好きなティームティームっていうアメリカ発のなんかショッピングアプリすごい安いね、安いやつで持ち運び洗濯機2000円かなんかで売ってた激安すぎででもねどんなもんかななんて思って分からなかったんだけど
なんかその何広告みたいなんでは、はい、すっごい汚れも落ちてなんかねちゃんと洗濯できるよってそうで脱水までできちゃうみたいな、便利っつって、そうだから、もうこれやなと思ってはい買ったんですけど、はい、持ってきました。ちゃんと持って行って素晴らしい。使いました。1回使いました。はい、1回ね、1回、はい、本当に脱水機能がもうはい終わってました乾かないっていうかで、なんか私もなんか私ねまあちょっともうなんかちょっとこんな言ったらちょっと偉そうなんかもしれないですけど、まあうちはドラム式のその乾燥機付きのね、まあいいやつ使ってんすわ、全自動のお家でね、それはねまあ理由はありますよ。だから私も本当ね東京と大阪行き来してますから洗濯物をちょっとねその場で乾かさないとそんな時間がないっていうのもあって、まあちょっと奮発してねそれを使ってるんですけれども、知らんねえぞと。はい、まあそれもあってあんまりその洗濯のその何が重要っていうのがあんま分からないっていうか、そのなんていうんですかね、勝手にもうねされちゃってるから、そうもう乾いちゃってるから、なんか洗濯機でこういうもんやったかなみたいなね。でもうちょっとよく分からないですけど、まあとりあえずまあ下着なんかをねちょっと洗ってみようかななんて思ってね洗ってみたんですけれども、まあ脱水機能ってほんまに大事だなと思ってそのままその脱水をほぼしないままの状態でハンガーにねかけて干したわけなんですよ、室内で。でまあ洗剤なんかもその部屋干し用みたいなのでちゃんとね、まあ、ちょっと匂いが若干強めなのかなみたいなので使いました。だからまあそのあたりもまあ失敗はないはずなんですが、脱水をしてないせいなのか本当に死ぬほど臭くなっちゃってもうくっさみたいな、もうびっくりよ、もうみたいな、もうまず乾いてない、次の日の朝になっても、まあね乾かないですね。でもやっぱりホテルですから乾燥もある程度やっぱしてますから、大体ねホテルで干してたらまあ次の日乾いてることが多いのかななんて思っちゃうんですけど、全く乾いておらずで、その後もう草みたいな生乾きの匂い、はい、うわ臭ってなって、でまあすぐにドライヤーとかで乾かしましたが、もう臭すぎてもう捨てないといけないぐらいの臭さになりまして、はいもうみたいななったんですが、もうちょっとコインランドリーにすぐ駆け込みましてもう全部洗い直し、だから何の意味もなかったっていう。Oh my god。はい、でもその後からその2000円いくらの折りたたみの洗濯機は椅子みたいな感じで一応椅子として使いました。座布団みたいなことでね。座布団はいやっぱりウーバーイーツとかした時に机とかはもうあんまりないようなで4人部屋とかだったんでもうめちゃくちゃ狭いんでね、それでうまくやりくりしてたんですよ、ルームメイトと。そうだからそれでまあそのご飯食べる時にちょっと椅子として使ってたという折りたたんだ状態で。はいそうです。あらまあ。なんでまあ本当にもう安物買いの銭失いというのはこのことかみたいなことで、ことわざですね。でもなんか最近はあれらしいですよ、なんかその折りたたみ洗濯機みたいなのはなんか売ってるらしいですよ、電気屋さんとかでも。売ってんですか？売ってるんですってあれが、あんなのが。まあだからどういう性能かわかんないですけど、確かに絶対に買わない方がいいですそれはあかねさんが買ったやついや違います。やっぱりね安全に配慮されてるから、そんなにね早く回らない、あんなのだって。それはねやっぱりねなんていうかねある程度小さい洗濯機ってねそんなね回らないよそりゃ無理だから、やっぱり脱水ができない時点でアウトです。だからダメです。じゃあもう手洗いしなって洗面所でそんなに洗いたいなら。洗うのはいけたんですか？いけてないね無理、もうだからあんなの買わないに越したことはないっていう話。なるほど。そうでまあとりあえずだから申し訳ないけれども、もうホテルで捨てさせてもらいました。そうですか。さよなら。もうさよならですよ、そりゃね。でもイラン T シャツとかをもう全部持って行ってパジャマでしてきて、一回もその洗わずに捨てるみたいな断捨離みたいな形でやらせてもらってたんで、
はい、だからまあねホテルにね洗濯機がなかったんですよ、コインランドリー的なやつが。そう普通ってあるもんなのかなと思うんですけど、ないので、なんで結構離れたところまでコインランドリーに行かないといけないっていうのがありまして。めちゃくちゃ忙しかったはずなのに。そうですよだからみんなねそれも結構大変だったんです、やっぱりその洗濯しようとかご飯食べようとかね、そういうのも大変だったんですけど、まあ、そうやってやってきたんでね。でもなんか帰りそれなはずの帰りの荷物がもうすごい重かった。あれ増えた？増え笛ラムネなんでほんまに分からへん、捨てたはずやのにいろいろ捨てたよ本当に。服も捨てた、死ぬほど捨ててでそれこそさっき割り箸があるとか言ってましたけど、そういうまあ100均とかでご飯でね使えるようなものとかも、まあ申し訳ないけれどももうまあちょっとまあホテルの方にねちょっとさよならしました。はい、まあそういうあとはまあちょっとしたスープとか、カップ麺的なやつももう食べてねきれいさっぱり捨てていきましたし、あとシャンプーなんかもしっかりきっちり使えるようにもうほぼないやんこんなんっていうようなもうなくなりかけのやつをたくさん持っていたのでだからすごいかさ増しされてた分が減ったんですが、もう入らないのなんでっていうぐらいもうだから私だからさっき言ったラジオを撮り終わって1時間でこれを荷造りしないといけないからチキンレースやもう泣きました。無理ってなってメンバーに申し訳ないけど申し訳ないですがもうちょっと誰か来てくださいということで、あら寝てるってはい寝てたんですけど、まあギリギリに集合時間30分前に、ほんまにやばいです誰か来てくださいって送ったら来てくれましてメンバーが。でその状態でまだできてないんです荷造りが。で何やってんですかって言われてまあ、そうですよねだってそうだと思いますでもラジオ撮ってたしみたいな、いやいやラジオと関係ないでしょみたいな何してんすかとか言われて、まあねとか言ってちょっとお願いしますって言ってなんかちょっと中に入れて詰めてもらったりとかして、でもう一番やばいのがスーツケースが閉まらない、はい無理だったんで2人がかりでなんか上に乗って、やばはい閉めてました。普通にやばいですそうなんですよ、やばいじゃないですかみたいなことが起きまくってました。やばはいそうですか。だからそれぐらい結構やっぱ壮絶なアメリカの旅、よかった帰ってこれて。いやほんまにマジでよかったです。みんなでもほんまね重量オーバーでしたよ。じゃあ超過料金だからそれは払えないって言って、だってまだそういうねあらゆるものもやっぱ番組がね負担してくださるんですよ。そう例えば今回かかった衣装代だったりね、演出にかかった費用全てです。すごすぎる。そうすごいでしょ、であとはまあ行き道にねいろいろ衣装を持ってくるのに従って超過料金とかあれば払いますということで払っていただける。でまあご飯代もね負担していただけるんですよ。なんともう手厚い。やっぱりねそこちょっとね日本の番組を見習ってもらいたいとか言っちゃってねいやほんまでもねすごいだからそれぐらいやっぱビッグな番組だからね、そういうことになってるわけでなかなかないと思いますそんなことって。本当に出演者に対してねすごい温かくそうやってね迎え入れてくれてですごい出演者にも優しい番組でした。そんな中超過料金おかしいのが帰りに発生するわけがないんですよ。おかしい。でねまあある程度行きも抑えたりとかしてみんなやってました。で行き道が何が超過してたんかって聞いたら、なんかわかんないですけど水とかね持っていってた米を持っていってるメンバーがいたんですよ。なんでって感じですけど米はまあわかるけどなんで水みたいなよっぽど日本の水がいいんかな謎ですけども今やね別にアメリカでもねなんていうの硬水軟水とかいろいろありますから別になんでやろうとか思ったりはしましたけど水を持っていってるメンバーがいるんですけど、帰りにね超過するのはおかしいでしょ。だからあんたたちとそれはお土産じゃないかということになりますから番組はそれはねちょっとそれはちょっとみたいなことにはやっぱりなりまして、それはそうですよ、なったので、とはいえね超過してるメンバーもいたんでそれはちょっと帰りはね私ね実はね何ですか。自分にご褒美したんです。何ですか。初めてのビジネスクラス。
空いてたんで、嘘、はい、もうちょっとここは自分へのご褒美ということで初めて乗りました、でそれでなんか超過した分とかもそのプレミアムみたいなことでね、タダで2つまでっていうことです。すごい、いけるんですか。はい、なんでそれはもうほんまに無理みたいな人にはそれをちょっとそれを私は全く超えてなかったので、でもみんなはもうそれが超過っていうことだったんで面白い。もうみんなその手前でもう全部入れ直し手荷物に。やば、もうすごい光景でしたよ。何してんのあんたたちみたいなことで、これも入れなあれも入れなとか言ってとか言いながらドタバタやん、はい、でもいけたそれでまあなんとかねみんな、なんとかしてましたけれども超過もう思い出もお土産もいっぱいという感じでしたね。そりゃもうね3週間も行ってたらね。でももう時間がもう15分喋ってるじゃん。やばい10分とか言ってたのに。だからちょっととりあえず、まあ一旦今日はこれででもだって聞きたくないですか、私のビジネスクラスの話とか。めっちゃ聞きたい。どんなんやったんみたいなね。聞きたいでしょ。はい、絶対聞きたい。そうだからちょっとそれは来週っていうこと。ということなんで、まだまだちょっと AGT を引っ張っていこうっていう感じです。引っ張ります。このキャストでは引っ張ります。わかりました。死ぬほど引っ張るんで、ちょっと皆さんぜひ聞いてくださいということでございました。では See you next time. Bye.